今年に入ってからかな、このエスプレッソ系のマシン毎日使ってるんですけど、これがね実はこれも割と最近新しくしまして、で結構ねパッと見は一緒なんですけど、パッと見はでも中身が結構入れ替わってまして、なので今日はそれを紹介しますね。電気ケトルはずっとですね、温度調整とタイマーの機能がついているものを欲しいなと思っていて、でこれをねたまたま Amazon で見つけたので買ったんですけど、これねエペイオスっていうブランドらしいんですが、ここを電源入れると温度が表示されて、上が今中に入っている水の温度で、下が設定温度で、設定温度はここを回すと自由に変えられて、で下はね一番下が38度で、意外とねこのぬるま湯に設定できるっていう電気ケトルが意外となくって、たまにね40度くらいのお湯欲しいなっていう時もあるので、すごいね重宝してます。で100度まで1度単位で設定できます。コーヒー飲む時とかはねだいたいなんかこれくらいの温度なんですけど、でここ押すと保温、ずっとこの90度に保っててくれるっていうモードがありまして、でここを押すとタイマーがスタートします。これ多分ね10分ぐらいまで測ってくれますね。で一番左押すと可視か摂氏かの設定もできます。蓋はこんな感じで、容量は900だったかな、マックス900ミリまで水が入ります。このエペイオスっていうブランドが、僕買うの初めてで、しかも Amazon で売ってたんでちょっと心配だったんですけど、今のところこう不安な動きをされたことはまだ一回もないです。なんか結構大丈夫そう、しっかりしてそうです。あとコーヒー界隈の人たちは結構フェローっていうブランドの温度調整ができる電気ケトルを使っていることが多いというか、ほとんどみんなそれしか使ってないような気もするんですけど、フェローも良さそうですね。どっちでもいいと思います。これが今使っているエスプレッソマシンで、これはねフレアエスプレッソのやつなんですけど、いやりょうやさん、これあなた何年も前から使ってますよねって思う人もいるかもしれませんが、こちらをご覧ください。これがねフレア58プラスっていうモデルになります。今テーブルに置いてあるのが今まで使ってたフレア58で、こっちが最近ここ何ヶ月かずっと使ってるフレア58プラスになります。見た目ほぼ一緒なんですけどね、ちょっと違うんです。このポルタフィルターの柄の部分の形と色がちょっと違いますね。プラスの方がねしっかりしてちょっとでっかい感じで、色もねウォルナットっぽいです。こっちはオークっぽい感じですね。あと58プラスはですね、ここにマグネットで鏡がくっつけられるようになってまして、でエスプレッソを抽出しながらポルタフィルターから出てくるエスプレッソを確認することができます。あとここにねお湯を入れる時のやり方がだいぶ変わりましたね。で前まで使ってたフレア58はこれを一回上まで持ち上げて、でこれを取ってここにお湯を入れて、お湯を入れたらもう一回これをつけて、でこれを引っ掛けて、であとはレバーを下ろすっていう感じだったんですけど、こっちのフレア58はこの全部セットされた状態でお湯を入れて、で一回レバーを上げて、でそしたらお湯が中に入っていくんで、そしたらそのままレバーを下ろして抽出っていう方式に変更になりました。これ両方ともスイッチがついておりまして、でこのシリンダーを温めてから使うっていうシステムなんですけど、これね58プラスの方がすごい温まるのが早くなった気がします。だいぶ、体感なんですけど、ちょっと今
測りましょう。こっちがフレア58で、こっちがフレア58プラスです。真ん中でいきますね。どっちが先に温度が到達するか。終わりましたね。フレア58プラスは2分55秒。4分13秒。そう、やっぱりね、早いんですよね。58プラスの方が。ということでね、このフレア58プラス。これはね、個人的にめちゃくちゃおすすめです。で、あとね、グラインダーもね、新しくなりました。こっちがね、今までずっと使ってた、何年ぐらい使ってんだろう。もう10年近くになるのかな。マッツァーのグラインダーなんですけど、もう最近全然使ってないんで、コンセントも抜いてありますが、これが今使ってるのウェバーワークショップスのザ・キーマーク2になります。ちょっとそっち持ってこう。で、ここに電源ボタンがあって、これがお掃除ブラシがついておりまして、で、あとはバーの回転数を変えられるようになってまして、すごいね、基本低回転です。とにかく回転する速度がすごい遅いので、もうね、めちゃくちゃ静かです。豆引いてる時もすごい音がね、静か。最高速度にすると少し音しますけど、それでも僕が持ってるマッツァーのグラインダーとかに比べるとはるかに音が少ないです。で、ここは一応蓋になってて、結構ね、これで豆を砕いてる時は飛び散ったりするんで、蓋することもできて、でこれマグネットになってて、半分開けることもできれば両方取ることもできて、でマグネットが上でも固定されます。でここの下にね、マジックタンブラーっていうのが、これマグネットになってるんですけど、上とこの下の部分で、ここにこうバネみたいのがついてまして、これスイッチ入れると回るんですけど、豆を引きながら引いた豆を攪拌してくれているので、WDT ツールっていうのがいらなくなります。それでこの粒度の調整、コーヒー豆の粗さですね、これもねすごい細かく調整できて、でこの1メモリが5ミクロンらしいんですけど、すごい細かく調整できます。で僕はいつもこれを、一番隙間がないところまで持っていって、でこれをね、これ上まで上がるんですけど、でこの一番隙間がない状態からだいたいね、今13なんで、これをちょうど1周くらい、1周ちょいくらいかな、させたくらいのところが今のところちょうどいいです。そうで、こっちのウェバーワークショップスのザキーでコーヒー豆をひいてエスプレッソを入れると、なんかね、すごい、なんていうのかな、トロトロになるんです。出てくるエスプレッソがすごいトロトロで、なんかもったりしてて、で味もね少し濃い気がしますね。なので一回こっちを使ってしまうと、ちょっとなかなかこっちには戻れない感じで、だから今電源抜きっぱなしなんですけど、でも一応こっちもマッツァーのグラインダーなんで、一応世界最高峰と言われていたやつなんで、これもすごいいいんですけど、ウェバーワークショップスのザ・キーはさらにその上を行く感じがします。非常におすすめ。ミルクスチーマーはちょっと未だにこれを使っていて、でこれはね何年ぐらい使ってるんだろう、3、4年ぐらいは使ってると思うんですけど、こ
この先端に温度計がついていて、自分で設定した温度で勝手に止まるようになっていて、でパワーもね結構あって気に入って使っています。でインディゴーゴーでクラファンをやってたこのねザ・モーニングドリームっていうミルクスチーマーがあって、なんかねスイッチを入れたら7秒後にはもうスチームが出るっていう、なんかすごい良さそうなやつで、このね1003バッカーズのうちの1人実は私で購入はしたんですが、発送予定がね6月なんですけど、もうね3ヶ月経ちまして、なんかもうそろそろ発送はされるらしいんですが、これをね今待ってる状態です。早く送ってください。ですので、ミルクスチーマーはもうそろそろ新しくなって、でね多分全部黒色になるので、統一感も出ていいかなと思います。来たらもう一回動画作りますね。でそうこれでスチームオーブンもね、これ去年だったかな、新しく買い足して使ってるんですけど、これもね非常に良いです。あとバーミキュラもこのフライパンとか新しいの増えてますし、こっちのポットもね増えてるんですけど、一番最近だとこの岐阜県の関市で作ってる国産のナイフ、これもねすごいよくて、めっちゃ軽くてめっちゃ切れるんですけど、そうこういうのも増えてますし、紹介したいものはねいっぱいあるんですけど、とりあえずエスプレッソ入れますね。上手になったね。ちなみにね、今日はこのマルサンの毎日美味しいローストアーモンドミルクってやつが売ってて、でねちょっとね添加物は多いんだけど、フォームも消えないし、ラテアートめっちゃやりやすいし、でコーヒーの味とも相性いいので、最近はねしばらくずっとこれを飲んでいます。でこのねグラスもすごい個人的には気に入って使ってますね、毎日。ガラスと陶器とあって、であとこれは同じクラフェのミルクピッチャー、なんか注ぎ口が3箇所あって、お好みのミルクフォームの細さでラテアートできます。真ん中しか使わないんですけど基本。これもすごい使いやすくて、ね、気に入って使ってます。あとねこれも毎日使ってるんですよね。同じくウェバーワークショップスのバードってやつなんですけど、これはハンドドリップ用のブリュワーなんですけど、
れもね毎日使ってます。まあキリないんでこれくらいにしておきます今日は。では。